皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治問題。急増する中国人移民について取り上げていきます。日本は今、少子高齢化問題を抱え、それに伴って労働者不足といった問題がたびたび報じられるようになっています。政治家やもしくは経済学者の中には多くの移民を入れることによってこの問題を解決すべきだと提唱する人もいます。例えばその成功例としてアメリカを挙げる人も多いでしょう。アメリカは世界各国からの移民がやってくる国であり、それに伴って人口は増加傾向にあり、それに伴う国内消費も旺盛であり、また世界市場に支配的な優位性を持つ企業も数多くアメリカ経済を引っ張り続けています。そのような明るい面だけを重視して日本もそのようにすればよいという人もいるわけですが、移民の急増には必ず大きな問題が陰に隠れています。先ほども述べた成功例として挙げられるアメリカであっても、実際には経済指標では明るい数字が出ていても、実際の生活としては各国からやってきた人々によって人種間の対立問題や文化面での衝突、もともと暮らしていた人たちと後からやってきた人たちとの間における様々な格差と衝突といったものが数値化されないところで大きな負担となって人々の生活を蝕んでいます。また移民問題で言えばヨーロッパについても日本は多くの教訓を学ぶべきです。アメリカと同様にしてヨーロッパにおいても多くの難民や移民を受け入れることによって労働力不足といった問題を解消し経済発展へとつなげようという考え方がありました。その成功代表例として挙げられるのがドイツです。ドイツはヨーロッパ国内における経済的な優位性を生かしてドイツで作ったものを EU 域内において商品を販売もしくは中国へと輸出することによって経済大国の地位を確保してきました。しかし、それに伴ってドイツ国内におけるもともとドイツに住んでいた人たちと移民・難民の人たちとの間における文化的な衝突は非常に深刻なものであり、ドイツ国内においてあたかもドイツじゃないかのような文化圏といったものを各地域のコミュニティとして点在するようになってしまいました。人々の暮らしを考えるときにこうした数値に現れない問題といったものは無視すべきではありません。しかし残念ながら日本の移民受け入れ政策はこうした海外の事情について全く教訓を生かしておらず、たくさん日本にやってきて、そして投資をしてくれるんであれば、それでいいじゃないかみたいな非常に安易な制度設計になっているように思います。最近そうした移民問題について記事を連続的に上げているのが読売新聞とヤフーの連携企画の記事で、公開される記事には非常に多くのコメントが集まり続けています。今回の動画ではそれらの記事についてご紹介していきます。ヤフーニュースに掲載された読売新聞の記事より、民泊経営が移住の手段に、大阪で中国系民泊急増、SNS にビザ取得は簡単。日本に移住する中国人が急増している。特に目立っているのが、経営者向けの在留資格、経営管理ビザを取得して移住する中国人だ。経営管理ビザは、資本金500万円以上を用意し、事業所などを確保すれば取得できる。中国の SNS では、年齢、学歴、言葉の厳しい要件はないなどと手軽さを強調し、日本への移住を指南する投稿が溢れている。大阪では、経営管理ビザを使って民泊を経営する中国人が相次ぎ、住民から不安の声が聞かれる。日本語できなくても問題ない。と中国 SNS。日本で暮らすため民泊を始めたんです。大阪市西成区の昔ながらの木造住宅が並ぶ天下茶屋地区。中国四川省出身の張家さんは2024年2月、リフォーム済みの築50年超の木造2階建てを約3000万円で購入し、民泊経営者として経営管理の在留資格で滞在している。中国では日本料理店を経営していた。出張で日本を何度か訪れるうち、日本の文化や生活環境に魅力を感じたという。移住の方法は中国版インスタグラムと呼ばれる SNS レッドで調べた。飲食店を開きたかったが、SNS には民泊が簡単と書かれており、SNS で探した中国人行政書士に頼むと、実際に約3ヶ月で在留許可が下りた。中国の SNS には、日本に移住する簡単な方法として、民泊経営を紹介する投稿が溢れている。日本語ができなくても問題ないとも書かれている。張さんが大阪を選んだのは、中国から近く、
東京より住宅が安かったことなどが理由だ。日本語は話せず、民泊用の住宅や自宅の購入は中国人の不動産業者に頼んだ。中国や台湾、欧米から観光客が訪れ、経営も軌道に乗り始めている。6歳の長男と2人で暮らす張さんは、日本の暮らしに満足している。いつか飲食店を開き、中国に残っている夫を呼びたいと話した。不動産業者はミニバブルだと話す。大阪で今、中国系民泊が急増している。民泊には、住宅宿泊事業法民泊法に基づくものと、国家戦略特区に認められた地域で営業できる特区民泊がある。通常の民泊は、年間の営業日数が180日に制限されるが、特区民泊は制限がない。阪南大の松村教授が大阪市内の国家戦略特区制度に基づく特区民泊5587件について調査したところ、41% にあたる2305件が営業者または営業法人の代表者の名前が中国系だった。特に増えているのが西成区だ。西成区の天下茶屋地区には長屋住宅の間に新築されたりリフォームされたりした民泊が散在している。地区に40年近く住む女性の自宅には昨年以降不動産会社から自宅の売却を進めるチラシが相次いで入っている。女性はコロナ禍後この辺りは中国人の民泊だらけと話す。見知らぬ外国人が出入りすることを不安に感じ、引っ越す住民もいるという。地元で不動産業を営む男性も、中国人が物件を買い漁り、ミニバブルだと明かす。日本人が手をつけないような築古の物件をリフォームするケースも目立ち、価格が高騰している。西成区は、南海電鉄で関西空港に直結し、大阪南も近い。大阪・関西万博に合わせ、ビジネス目的で民泊を営む中国人もいるとみられるが、松村教授はこう考えている。民泊が移住の手段になっているのではないか。松村教授によると、中国系民泊を運営する法人の登記簿では、法人設立当初は、中国に住んでいた代表の中国人が特区民泊の認定を受ける前後に日本に移住するケースが多数確認された。法人の資本金は多くが経営管理ビザの取得要件と同じ500万円だった。ビザを取得するために民泊の運営法人を設立し、移住する。松村教授は、こうした方法が中国人の間で広まり、国内にも支援する業者がいるのだろうと推測する。中国の SNS には、民泊以外にも日本語ができなくても問題ないなどとして、貿易業や EC サイト運営などが紹介されている。日本のビザは安すぎる。在留外国人統計によると、日本で暮らす中国人は2024年6月末時点で84万4187人で、過去10年間で約20万人増えている。特に経営管理ビザで滞在する中国人は急増し、2024年6月末時点で2万551人で、同ビザが設けられた2015年の 2.8 倍に増えた。移住する中国人が増える背景には、ゼロコロナ政策への反発や経済状況の悪化に伴う将来不安がある。中国では海外移住を意味するルンという隠語も広がっている。発音表記が英語 RUN ランと同じことから逃げるの意味で使われているという。日本が人気を集める理由には生活環境や中国からの近さがあるが条件面もある。海外移住コンサルティング会社の大森社長は経営管理ビザの要件資本金500万円について格安だという。大森氏によると、アメリカの同様のビザ、投資駐在員ビザを取得するには、約3000万から4500万円程度の投資が必要とされ、永住するには約1億2000万円以上の投資が求められるという。2022年に上海から経営管理ビザで来日した王さんは、大阪市内にタワーマンションなど複数の不動産を持つ富裕層だ。500万円で移住できる日本は安すぎると言い切った。松村教授は、経営管理ビザは日本で事業を行う外国人のための在留資格だが、移住のために安易に使われているのではないか。今後も移住する中国人が増えるとみられ、日本社会との圧力を生む可能性もある。民泊を含め、事業の実態があるのかしっかりとチェックすることが必要だと指摘している。続いて読売新聞は、こうした中国人移民が急増している問題は、投資管理ビザの問題だけではなく、それらを使って中国から積極的に人々を送り込んでくる移民ブローカーの問題を記事にしています。
簡単に取れる日本のビザ、中国人からの相談殺到、食い物にする移民ブローカーの存在、日本への移住を希望する中国人の急増に伴い、ビザ取得の手続きを担う各地の行政書士事務所に相談が殺到している。特に増えているのが経営管理ビザの取得を求める中国人だ。日本で事業を行う外国人経営者向けの在留資格だが、明確な事業計画の目的がなく、移住自体が目的とみられるケースも目立っている。報酬を支払えばビザを用意する。中国の SNS では、こんな誘い文句で移住を持ちかける移民ブローカーの存在も見え隠れしている。中国 SNS で出回る移住マニュアル。今年2月、大阪市中央区の行政書士法人大阪国際法務事務所に経営管理ビザを取得したばかりの30歳代の中国人夫婦が訪れていた。2人は大阪で車部品の輸出業を始める予定で、代表の李さんから助言を受けると頑張りますと言って笑顔を見せた。李さんの事務所では2年ほど前から経営管理ビザを求める中国人からの相談が急増している。スーツケースを持ったまま旅行中に立ち寄る中国人もいる。月100件から150件ある相談の6から7割が経営管理ビザの取得を求める中国人だという。最近明確なはっきりした事業計画目的がなく、移住自体が目的とみられるケースが目立っている。経営管理ビザは資本金500万円以上を用意し、事業所などを確保すれば取得できる。中国の SNS では簡単に取れるとの投稿が溢れ、移住の方法を指南するマニュアルも出回っている。李さんのところにも生成 AI で書いたような日本語が不自然で中身のない事業計画書を持ってきた中国人もいた。そうした依頼は断っているが、他の業者は作ってくれるのにと抗議を受けたこともあるという。事業実態がないのに書類だけ揃えて移住を支援する仲介業者や無資格なのに行政書士として業務をしている人がいるのではないか。各地の行政書士のもとに中国人からの移住相談が相次ぐ背景には、長らく続いたゼロコロナ政策への反発、中国の経済状況の悪化などがあるが、経営管理ビザの要件変更もある。経営管理ビザは2015年4月の改正入管難民法施行まで投資経営ビザという名前だった。日本の金融機関の口座開設や法人登記など、海外に住む外国人には手続きのハードルが高かった。法改正で準備期間として4ヶ月間の在留資格が新たに設けられ、法人の定款を作成し、資本金の証明があれば、口座開設や登記などは入国後に行えばよくなった。その結果、2023年の経営管理ビザの発給件数は5426件に上り、投資経営ビザ時代の2014年995件に比べ5倍以上に増えた。一方、審査を行う出入国在留管理局の体制は十分とは言えない。審査は原則申請書類に基づき、現地調査まで行われるのは稀だ。元入管職員の行政書士は、通常、書類の体裁が整っていれば審査は通る。経営管理以外の資格で移住する外国人も急増しており、人員が限られる中、厳格に審査する余裕はないだろうと話す。中間層も続々、新しい定住プロセス出現。経営管理ビザを使って移住する中国人はいずれも日本で事業を行う社長だ。しかし、富裕層ばかりではない。大阪市浪速区の建売り住宅が並ぶ住宅街。日本のどこにでも見られる風景だが、表札を見ると中国系の名前が並ぶ。この地区に住む孫さんは昨年6月、浙江省から妻と子供2人と経営管理ビザで来日し、ネットショップを経営している。自宅は賃貸で、家賃25万円を共同生活する中国人の友人と折半する。孫さんは、私たちにとって資本金500万円は決して安くはないが、中国の友達も続々来ていますと話す。こうした中国人の集中地区は、浪速区と西成区で近年目立つようになっている。審査甘く、移民ブローカーの食い物に、220万円で一家3人の経営管理ビザと来日後の住居を用意する。中国の SNS に移民セットと題したこんな書き込みがあった。書き込みの主は昨年11月、中国人に経営管理ビザを不正取得させるため、無資格で会社設立の登記手続きをした疑いで京都府警に摘発された中国人女性だ。女性はその後不起訴となって釈放されたが、SNS への投稿は今も続いている。最近も民泊の許可が下りたとの書き込みがあった。この女性の知人男性は女性について移民ブローカーと証言する。知人男性によると、女性は SNS で日本への移住を希望する中国人を募り、仲間とペーパー会社を用意。中国人をペーパー会社の代表にしてビザを取得し、
報酬を得ていた。女性らが設立に関わった会社は2階建てアパートに集中していた。近くの住民は会社の表札はあるが、どの部屋も人の出入りがなく何をしているのかわからないと打ち明ける。知人男性は会社に実態がないかどうかは現地を見ればすぐにわかる。経営管理ビザの審査の甘さがブローカーの食い物にされていると話した。阪南大の松村教授は、これほど中国人移住者が急増している背景には、ブローカーの存在がいるのだろう。移住方法を指南すること自体は違法ではないが、経営管理ビザで入国した外国人が資格に合致した活動をしているのかどうか、入管当局は実態を確認する必要がある。架空のペーパー会社を無資格で開設するなど、違法行為があれば厳しく取り締まるべきだと指摘している。非常に安易に中国人がどんどんと入ってきて、それが移住そのものへとつながっているという問題は、さらに別の問題を生み出しています。日経新聞の記事より、国民健康保険の外国人納付率は 63%、厚労省が初調査公表。厚生労働省は、外国人の国民健康保険の納付率が 63% だったとの調査結果を明らかにした。世帯主が外国人の場合を抜き出して集計できる全150市区町村の集計で初の調査となる。同じ150市区町村で日本人も含めた全体の納付率は 93% だった。外国人の納付率の低さが浮き彫りとなった。外国籍を持つ人でも在留期間が3ヶ月を超え、勤務先の健康保険組合などに加入していない場合は国庫に入る必要がある。自営業者や留学生らが該当する。自民党の自見座長は会合後、記者団にマンパワーの限界など自治体だけでできることの領域を超えている部分があるのではないかとの指摘があったと語った。こちらは産経新聞の問題を指摘する記事。外国人の国民年金納付率は4割。政府答弁書、低水準認めるも、日本人と別立て考えず。日本に在留する外国人の国民年金納付率が 43% で、全体の半分程度である現状について、政府は15日、政府は低い水準にとどまっていると認める答弁書を閣議決定した。納付率向上に向け、日本年金機構に対し必要な指導を行っていくとしている。日本年金機構が昨年12月の社会保障審議会で、令和5年度の国民年金の全体納付率が 83.1% だったのに対し、外国人の納付率が 43.4% だったと明らかにしたことについて、政府の見解を正した。答弁書は、日本年金機構から低い水準にとどまっていると考えているとの発言があり、政府としても同様に考えていると回答。低い理由については、日本語による意思疎通が困難で、制度についての理解が十分でなく、保険料を納付する義務が認識されていないことなどを挙げた。こうした現状を受けて、外国人の年金制度を日本人とは別立てにすべきと指摘したが、答弁書は、年金制度は社会連帯と相互扶助の理念に基づき、国籍の以下を問わず、等しく保障を及ぼすべきとして、新たな年金制度を別に創設すべきとは考えていないと回答した。日本には状況に合わない悪しき伝統といったものがあります。それが何でもかんでもとりあえず性善説で制度設計をしてしまうという問題です。制度を利用する人がみんな良い人であるというものを前提とした制度というのは、悪用しようと思えばいくらでも悪用できるといった問題を生み出すものです。ですから、悪さをする人にとってこの制度がどうかなというちょっと意地悪な見方を取る必要があるでしょう。経営管理ビザが資本金500万円以上という非常に低い金額で設定されているのは、より多くの人々が日本にやってきてビジネスを起こして日本経済に役立ってくれたらいいなというかなり性善説に基づいた制度設計だと私は思います。ましてや書類さえ体裁が整っていれば、ほとんど中身について実態調査することなくどんどんと OK と言って承認を出し続けるというのであれば、これはもはやバケツの底が抜けたような素通りできるような制度であり、悪用しようと思えばいくらでも悪用できるという非常に粗悪な制度となっています。そして実際にこの読売新聞の記事の中においては、非常に簡単にハッキングできる制度だとして中国系のブローカーが日本への移住プロセスというものを一つビジネス化してしまっています。日本にどんどんと人を送り込んでいこうというこうしたビジネスというものは手数料ビジネスとしてまず成り立ち、その上で日本にやってきたらそこでもまた中国系のビジネスが待ち構えています。不動産を取得するであるとか賃貸物件を手配する、そういったところでもまた中国系の
人々がビジネスを展開しており、大陸からやってきた人たちをそこでまた顧客として日本国内で利益を上げるというわけです。そのために特定の地域においてどんどんと中国系の移民が増え続けていくといった問題を生み出します。こうした問題が発生するのは動画の冒頭でも述べましたが、アメリカやヨーロッパにおいても同様のことが起こります。先に住んでいた人たちがさらに後からやってくる人たちを集める形で同じ地域に集中的に集まってしまいがちになるのです。このように特定地域に同じ国の人たちが集まってしまうと、そこで新たな文化圏といったものが形成されていくこととなります。例えば日本国内なんだけれども、お店の看板から並んでいる商品まで全部中国語の商品名などが書かれており、日本人がその店に入ってもちょっと何が売っているかも分かりにくいような店というのも出てくることでしょう。そしてヨーロッパで起こっているように、これらの人たちが必ずしも移住先の国々の文化と馴染んでいくわけではないこともあります。例えばヨーロッパではイスラム系の人たちがどんどんと特定の地区に集まることによって宗教的な主張をより多くの人々で提案することによって政府に働きかけを行うようになっていきます。日本においてもそのようなことが将来的に起こる可能性は非常に高くなるでしょう。特定地域に中国系の人たちがたくさん集まってきて、それらの人たちが集まることによって周りの日本人が住みづらくなって外へと出ていけば、その地域における中国系の人たちの声はよりパーセンテージとして上がっていきます。ですから当初の日本に来てビジネスを展開してくれる人がいたらいいなという話について言えば、外国の例を参考にして必要な資金をそもそも1桁2桁上げるといったことを考えることが必要でしょう。資本金500万円ではなく資本金5000万円や1億円といったレベルで設定すれば、安易な移住プロセスといったものに乗っかるような人がかなり削減できるはずです。また、記事の中でも指摘されていましたが、そもそも入管の審査体制がずさんであり、経営実態について何も見ていないじゃないかといった問題もこれを解決すべきでしょう。必要なところには必要な予算を当て、必要な人員を揃えるといったことは、これは決して税金の無駄遣いではありません。政府のやっていることは何でもかんでも間違っていて、お金は無駄遣いされていると主張する人たちは、全ての組織が悪者で、公務員の給料は削り放題、職員は削り放題、そっちの方がずっと世界が良くなると考えがちですが、それはあくまでも極端な意見であり、必要な業務には必要な人員と予算をつけることが必要なわけです。そして日本はそのようにしてどんどんと入ってくる人たちが結局日本語もよくわからないし、日本の制度についても理解を示す気持ちすらないような形で定住化が進んでしまう問題を今の制度は助長してしまっているわけです。だからこそ後半の方で拾い上げたような社会保険料や国民年金といった制度について未払いが横行してしまうといった問題を二次的に引き起こしています。性善説に基づく甘い制度設計については見直し、少なくとも同様の問題ですでにヨーロッパなどで非常に深刻な社会問題を引き起こしていることから、そこから教訓を得て制度設計を改めていくべきでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。残念ながらこの問題は多くの指摘が継続的に行われているにもかかわらず、社会制度そのものの改正は全然進んでいないように思います。そのため、これからも同様の問題で発生する事件、事故などについては、定期的に取り上げて関心を高める必要があるんではないかと思っています。あなたは今回の話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。